ばんは。よくね、愛で生きようとか、全部の起こる出来事は自分を軽くしてくれるためなんだっていうのをやって、それが本当にそうだなって思える瞬間もあって、でも何かの出来事でグラグラグラって揺り戻しがあって、元の感覚っていうか、元の閉塞感の状態に戻っちゃったりとか、そこから抜けられなくて苦しくなったりとか、そういうことないですかとかさ、聞いていただくことあるんだけど、あと、いつぐらいからそういうふうに、世界を信頼できるようになったりとかしましたかとかさ、聞かれることがあるんだけどさ、本当大事だなと思っているのはさ、人間の成長というのはさ、これ、弁証法というのを伝えたヘーゲルっていう哲学者の人も言ってたことなんだけど、成長にはたった一つの法則があって、それは何かというと、すべての物事は螺旋的に発展するっていうね。これがすべての発展に共通する法則であるっていうふうにさ、言ってるんだけど、螺旋って非常にシンボリックというかさ、人間の DNA も螺旋じゃない？で、なぜ螺旋かっていうと、それが一番安定してるからなんだよね。で、螺旋階段を想像するとさ、真上から螺旋階段を上がっている人を見るとさ、同じところをずっと回ってるように見える。でも、それを横から見ると、うわー、こんなに登ったんだって思うぐらい高さが増してるんだよね。で、自分自身の成長ということを振り返ったときに、意識の発展という意味ではね、パーンってパラダイムが変わって、全部が世界が変わって、総天然色に見えましたみたいな、瞬間があったわけではなく、本当に同じようなことで私落ち込んでんなとかさ、もう同じようなことでイラッとして言っちゃったなとかさ、売り言葉に買い言葉みたいな、これを愛で返せたらよかったんだけど、この返事の仕方は愛じゃなかったなとかさ、そんな場面はたくさん経験しているんだよね。でも、いつも思うのは、そうやってもう一進一退だなとかさ、一歩進んで二歩下がるなみたいな時でさえ、それは螺旋状に必ず一段上がってんだよね。人間としての進化成長 DNA のこの螺旋が伝えてくれてるように、必ず私たちの意識はそうやって螺旋的に発展している。同じ親子の問題で悩んでたとしても、同じお金の問題で悩んでたとしても、でも必ず一段上がった発展進歩した形の問題として今ぶち当たっていて。で、それは半年前に当たった出来事と、数年前に当たった出来事と、種類は同じかもしれないんだけど、でも自分の精神レベルも、その問題の難易度も、より自分が幸せになっていくために一段上がってるんだよね。だから、例えばさ、落ち込んだりとかする時とかに、今日は気分が乗らないな、みたいな時ってどういうふうに思ってますかみたいな話もあるんだけどさ、私は、もうちーちゃん落ち込んでいいよって思ってんの。もうそりゃもう落ち込んでいいよ、もう、いっぱい傷ついていいし、もうやだーって思っていいし、こんな自分が嫌だなって思ったっていい。そんな自分が嫌だなって思う自分が可愛いからさ。一生懸命したい、こういう風にしたいとか、こういう風にやりたいって、一生懸命小さな 5% の頭で考えてさ、それを達成しようとして、それができなくて、もう嫌だって思ったり、ミスしちゃって、恥ずかしいなって思ったり、もうやだやだ、もうほんと嫌だって思っていいし、落ち込んでいいよって思ってるの。だからどの螺旋階段の時にでも、その落ち込んでる瞬間すら許可しているというか、すごく伸びやかな瞬間も許可しているけど、すごく落ち込む瞬間も許可する。だってそれを含めて螺旋で上がっていってるから。そしてそこで魂の底力が養われているから。でね、
なんかさ、こう螺旋階段を上がっていくときにどういう風に成長してきたのかなとかって思ったんだけど、例えば昔は子供と一緒にこう慌ただしい中、朝の支度とかさ、ご飯を作らなきゃとかさ、あれこれしなきゃとかって思ってる時に、なんかイレギュラーなことがあったりするとさ、って例えば反射的に思ってたみたいな時があってさ。で、これは自分の中ではもっと見方を変えたいと思ってるし、もっと余裕を持って接したいと思っているんだけど、でも、もう条件反射でパーンって出ちゃうわけ。って声が。で、螺旋階段をずっと上がってきている今は、あの時よりも、今毎秒毎秒がコマ送りみたいに見えるのよ。だから、子供がイレギュラーなことをしようとしていますね、みたいなのも、全部コマ送りみたいに見えるっていうか感じられる。それしてるんだって観察できているから、自分がこれに対してどう対応するのかっていうのを考える時間があるんだよね。それは普通の同じ、例えば7時にお夕飯食べようと思って、で、6時45分とかお夕飯の準備している同じ分数なんだけど、でも、例えば3年前とか、例えば5年前とかの時の同じ5分、今の5分とコマ送りに見えるから、同じことが起こっても、もっともっと愛を持って対応できたり、もっともっと笑いで対応できたり、まあしょうがねえなって思えたり、そのね、こう、例えばバッティングセンターとかでもさ、速い球ってさ、もう手も出すこともできないし、急に振ろうと思っても空振りになっちゃうけど、もし、そのバッティングセンターの球が全部コマ送りで送られてきたら、それに合わせて綺麗にカッキーンってこちらも打てるじゃん。そういう感じでさ、なんか日常は何にも変わらないんだけれども、認知スピードがすごいミクロになって、コマ送りに見えるから、いろんな1秒の中でいろんな気持ちも生まれるし、余裕も生まれるし、インスピレーションも生まれるし、笑いも生まれるみたいな。だから、同じことで悩んでいる時にも、必ずそこは一段上がった場所でいるし、そして、その進化の中で自分がこう観察者として入れる時間が長くなると、いろんなことが1秒が濃密に過ごせるようになってくるから、そこの中でもうなんぼだって気持ち切り替えられるし、なんぼだって次元を変えようってまた思いつけるし、思い出せるし、インスピレーションも受け取ることができる。なので、なんかこう、そうやって落ち込んじゃうなっていう時にも、私でもこれ一段上の段階に登って意識が進化して、そして今ここにあるんだなっていうことを思い出してほしいし、もうめちゃくちゃ落ち込んでいいよって、もうそれがあるから逆にさ、成長しようっていうまたピュアな気持ちが生まれるしね、とても素晴らしいことじゃんって思うんだよな。解析度が上がるっていう、そういうこと。そうすると、同じ光景なのに、幸せの密度がめっちゃ濃く見えるんだよね。同じ一杯のお味噌汁なのに、幸せの密度がすごく濃く見えるから、一杯のお味噌汁飲んだ時の、幸せだな、ありがたいな、自分で作ってんだけどさ。でも、ありがたいなってこうやって材料もすべてあって、なめこのお味噌汁飲みたいって言われたら、そう言われるかなと思ってなめこ買ってきてあって、なめこを入れて、お豆腐入れてってさ、そういう豊かなお味噌汁が作れるってありがたいなって、そのお味噌汁の中の解像度がすごい上がるっていうかさ、もう至福がめっちゃ満ち満ちる。だから、お味噌汁一杯でも幸せだなって思えるよね。今一番やりたいことを最大限の能力を使ってやるっていう、できうる一番楽しいことをもうこれ以上できないっていうほど自分の能力を使ってやるっていうことに挑戦をしていて、そのニューヨークで帰りね PCR 検査して帰るっていうことになって、PCR 検査の時間が決まっていて、で、空港に入る時間も決まっていて、割と時間がタイトだったのね。で、急いで行かないと PCR 検査にも間に合わないし、そうすると、
結果を出る時間がずれ込むし、そうすると飛行機に乗れないっていうことになっちゃうからさ。で、ちょっと急いでっつって私が声をかけたの。で、その時に自分の波動が久しぶりに、このなんかちょっとイライラした感じの、急いでが出たなって思ったの、自分で。で、これちょっと調整しようと思って、絶対一秒一秒深く味わったら間に合うからって思った瞬間に、ドアに足の小指をぶつけてさ、結構怪我しちゃったわけ。で、割とパーって血が出てさ、で、いたって思って、でもその瞬間、今この瞬間できうる最大限のやりたいことは何だろうって思ったの。その、怪我をしながら。したら、その痛みの中心に入っていって、それと一体化していくことだなと思ったの。なんかこの痛みを味わい尽くすというか、私の命のこの痛みを味わい尽くすことだなと思って、ずーっと入っていったんだよね。それで、入っていった時にその痛みと分離したいとか、もうこれを止めたいとか、なんでだろうとか、さっきもイライラしたからこんな怪我しちゃったじゃんとかっていうと、どんどん意識が拡散しちゃうんだけど、ずーっと入っていくと、ふっとね、痛みが楽になる、ある一点があって、そこにこうずーっと留まってるっていうのをしてみてさ、なんかこの、今やれる最大限のやりたいことに集中する。それを毎週毎週選択するっていうのを、本当どの時にでもやるって、非常に興味深い実験だなって自分でやりながら思ってた。そう。で、なんかそういう風にして思うと、いろんな瞬間が意味が生まれてくるっていうかさ、初期やろうと思っても、本当に今この瞬間何でもできてやれるとしたら何がいいって思ったら、食器洗いじゃなくて、まずはこの読みかけの本を読み切りたいなとかさ。でもそれしてると間に合わないなとかっていう未来の思考は一旦置いといて、今1秒でも2秒でも深く味わって読んでみよう。そしたらどんなエネルギーの世界に行けるか、どんな次元の世界に行けるかを体験してみようって、1秒でも2秒でもトライしてみる。みたいなのが結構最近ね、また楽しいなと思ってます。それではまたおやすみなさい。じゃあね。